皆様どうもこんにちは。スパイクスタジオのスパイクです。本日制作していくのは再び登場ジークアクス版のザク。以前制作した時の素体動画を使い回しているのですが、肩の取り付け方向がおかしいですね。まあそこはあんまり気にしないでください。以前制作したのはいわゆるプレーンなザクっぽい雰囲気の機体でした。今回も同じように水星の魔女のデスルターを使った改造を予定しているのですが、今回は少し雰囲気を変えてジークアクス版のグフを制作していこうかと思います。できればグフのパーツを使わずにグフを作りたかったのですが、どうにも腕回りが思い浮かばず、泣く泣くグフとミキシングして制作を行っていきます。今回の工作のポイントはこちら。安定のデスルターとのミキシング、グフのパーツを G 級ザクへ落とし込み、サイドとリアスカートの加工、グフっぽいカラーへの塗装などなど、今回もなかなかの自信作ですので最後までぜひご覧ください。それではレッツミキシング。まずは軍系ザクを組み立て、水星の魔女のデスルターの下半身と合体していきます。以前のザクの動画でも紹介した加工方法と同じですが、再度説明を。軸の規格が違うのでザクの上半身を取り外し、そのまま組み替えることはできません。まずは軸の移植から始めていきましょう。デスルターの軸を根元からニッパーでカットした部分の手前少し股間寄りに 1mm 穴をピンバイスで開けていきます。その上から 3mm 穴をピンバイスで開口。少し手前にした理由はザクの胴体がデスルターの腰に干渉してしまうからですね。気持ち前側に軸を移植するだけでそこの問題は解消されます。続いてザクの腰から軸をカットして取り外し、少しもったいない加工ですが、余ったこの下半身もいずれ別のミキシングで使用できそうです。適当なランナーから 3mm 部分をカットして軸として使用します。カットしたランナー棒をデスルターの腰に刺して長さの調整を行いましょう。ちょうどいい長さにカットできたらランナー棒に 1mm 穴を開けていきます。続いて先ほどカットしたザクの腰の軸、カットした部分をヤスリで平らにしてから、こちらも 1mm ピンバイスで穴開けた穴に 1mm 真鍮線を差し込んで真鍮製の長さを調整。アロンアルファを使って真鍮線ごとランナー棒と軸を接着していきます。金属もがっつり接着できるので、このアロンアルファはおすすめです。接着後、デスルターの腰の穴にも接着剤を塗布して新造した軸を差し込んでいきます。しっかり乾燥させたら腰周りのパーツを取り付けてザクの上半身と合体。はい、かっこいい。やはりこのミキシングは大好物です。続いて使用するパーツはこちらのリバイブ版のグフ。ちょっと昔のグフとどっちを使うか悩んだのですが、リバイブ版の方が気持ちシュッとしたスタイルなので今回はこちらをチョイス。まずはこんな感じでグフのサイドスカートを取り付けていきます。まずは取り付けたい位置に 1mm ピンバイスで穴開け。デスルターの腰回りのパーツは拡張性がないので穴開けか接着でパーツを盛るしかないんですよね。1mm 穴を開けた上から 3mm 穴を開けていきます。さっきの腰の軸と同じ要領ですね。サイドランナー棒をカットして、これをサイドアーマー用の軸として活用。差し込んでニッパーでカットして長さの調整。グフのサイドアーマーにはもともと 3mm 穴が開いているので、ここに先ほどの軸を差し込んでサイドアーマーを取り付け、腰のフロント部の造形に合わせてサイドアーマーを取り付けたので、かなり違和感なく馴染んでるんじゃないでしょうか。サイド上半身を取り付けて、今度は腕回りの加工。といってもこれは簡単で、グフの肩から腕をそのままミキシング。若干軸の長さが足りないのですぐ取れてしまうのですが、そのまま取り付けることは可能です。両腕を取り付けるとこんな感じに、肩が大きくて少し浮いている感がありますが、割といい感じじゃないでしょうか。頭部を加工すればもう少し違和感がなくなるかと思います。というわけで頭部の加工。ビルダーズパーツのアンテナパーツを接着していきます。取り付けた位置を決めたら流し込み溶剤で接着。このビルダーズパーツも全然残ってないので再販してほしいんですよね。何かと使えるので重宝していたのですが、近頃めっきりお目にかかれていません。ガンプラってアンテナを変えるだけでかなり雰囲気が変わってオリジナリティが出るので、こういうパーツってめっちゃ使えるんですよね。バンダイさん、再販をよろしくお願いいたします。というわけで頭部の接着が完了。頭頂部が2パーツに分かれているので、前頭部だけアンテナを接着しています。2パーツごといっちゃってもいいんですけれども、外しにくくなっちゃいます。接着剤を使用したついでに肩の合わせ目を消しておきました。流し込み溶剤を合わせ目部分に流し込んでグッとパーツを挟み込み、しばらく乾燥させてからヤスリをかけていきます。そんなに難しい合わせ目ではないですが、結構目立つ部分ですからね、こういうところは消しておきたいですよね。400番から600番のヤスリで削ってフィニッシュ。結構雑な処理ですが、塗装しちゃえばほとんどわからなくなるはず。続いてバックパックの取り付けを。ジークアクス版のギャンのバックパックが残っていたので、これを買っ
活用。まずギャンのバックパックの元の接続軸をニッパーでカットした面はヤスリで整えておきましょう。そして取り付ける位置をパーツをあてがって決めていきましょう。位置が決まったら 1mm ピンバイスで穴開け。今回は背中の丸いパーツの部分に2箇所穴を開けておきます。説明書の画像でいうところのこの辺ですね。左右対称に穴を開けていますが、多少ずれてもバックパック側の穴で調整できるので問題はないです。開けた穴に 1mm 真鍮線を差し込んで長さを調整していきます。真鍮線をニッパーでカットして左右同じ長さにしたら、先ほどカットしたバックパックのパーツを真鍮線に強く当てて印をつけていきます。ぐっと押し込めば傷が残るので、そのついた傷の部分に 1mm ピンバイスで穴開け。これで穴の位置と真鍮線の差し込み部分が綺麗に一致しますね。開けた穴をめがけて背中の真鍮線と接続。バックパックを取り付けるとこんな感じになりました。前回のザクはザクの足をブースターにしましたが、今回はジークアクスギャンのパーツを使っているのでこじんまりとした感じになりましたね。最後に腰回りのディティールアップ。後ろの方がなんかスカスカな感じがしたので、このジャンクパーツから取り出したチューブ系のパーツを加工して取り付けていきます。まずは不要な部分をニッパーでカット。サイドスカートで半分くらい隠れるので、腰の部分だけをカバーできるようにカットしました。少し長かったのでもう少しカット。ちょうど半分ぐらいの大きさになりましたね。これを取り付けていきます。まずはチューブの真ん中に 1mm ピンバイスで穴開け。ここは接着しても良かったのですが、塗装で塗り分けて真鍮線で接続できるようにしていきます。腰の接続したい部分にも 1mm の穴を開けましょう。開けた穴に 1mm 真鍮線を通してドッキング。うまくいくでしょうか？こんな感じになりました。悪くないんじゃないでしょうか。しかしなんだか少し物足りない気もしたので、こんな感じで上からガンダム系のフロントカバーを加工してかぶせてみました。これにて大まかな改造は完了。一度全体図を見てみましょう。以前作ったザクの改造方法を活かしつつ、かなりグフっぽい見た目になったのではないでしょうか。グフを作るのにグフのパーツを使ったら負けかなと思っていたのですが、これはこれでありですね。肩が大きすぎないか心配ですが、全て取り付けるとそこまで違和感がないように思います。あとは塗装ですね。塗装次第でかなり雰囲気が変わってしまうと思います。グフの青色って結構難しいんですよね。リバイブグフと Q の HG グフでも少し色味が違いますし、アニメのグフなんかもまた少し違いますよね。今回とある新アイテムを使って塗装していきますので、塗装パートもぜひご覧ください。はい、というわけで今回 YourLife さんからご提供いただきましたピストン式エアブラシコンプレッサーライトキューブを使って塗装をしていきたいと思います。早速箱を開封しながら中身の紹介と機能の紹介を行っていきましょう。箱の中には圧力計やレギュレーターがセットになったコンプレッサー本体とエアホース、エアブラシホルダーが2本と説明書が入っています。エアブラシは入っておりませんのでご注意ください。こちらのコンプレッサー、今机に置いてみてわかるように非常にコンパクトで小スペースな設計ですよね。サイズは A4 用紙の半分ほどの大きさでデスクに置いても場所を取らず非常に使いやすそうです。早速組み立ててみましょう。といってもエアホースを取り付けるだけの簡単組み立て。エアホースの先には別で購入していたエアブラシのクイックジョイントをつけています。エアブラシの取り替えが便利になるんですよね。これ今回使うエアブラシはタミヤの 0.5mm 口径のトリガータイプ。早速取り付けて動作確認を行いましょう。製品仕様はこんな感じです。小型でも高圧安定供給で最大 0.4 メガパスカルの高圧に対応し、長いストロークでも圧力の変動を抑え均一な塗装が可能とのこと。水性塗料からメタリック塗料まで様々な塗料に適しているとのことです。静音設計で専門的な試験結果で47デシベル以下であることも確認されていて、集合住宅でも安心して使用可能。夜の作業にも良さそうです。実際の作動音はこんな感じ。かなり静かで振動もそこまで大きくありません。実際の圧力はエアブラシの口径やトリガーの押し込む力加減によって変わりますが、今吹いている感じはかなり高圧力で何でも吹けそうな雰囲気。エア圧力はこちらのレバーで調整可能で、エアを流しながら調整することで実作業に近い圧力に設定可能です。5択はいいんですよ。5択は今回このコンプレッサーを使ってミキシングしたグフを全塗装していきたいと思います。まずはガイアカラーの風青。今回はサフなしでそのまま塗装していこうかと思います。早速やっていきましょう。エアの排出量は強めに設定しているだけあって全く問題ないですね。かなり圧高めで噴出できています。自分は細吹きのスタイルはあまり好きではなく全力ぶっぱ塗装派なんですけれども、そのスタイルを必要十分に応えてくれるコンプレッサー圧力。テカテカでかなり綺麗に塗装できていますね。続いて関節部
部分にメカサフヘビーを、サフのような重たい目の塗料ですが、こちらも全く問題なく吹き付けることができます。というか圧力高めに設定しすぎましたかね。塗料の噴出量がすごい。塗装時のコンプレッサーの実際の動作音はこんな感じ。結局塗装ブースの音の方が大きいので、コンプレッサーの音っていうのはほとんど気になりませんよね。先ほども言いましたが、音が静かで最大47デシベルのこのコンプレッサー、振動を抑えて本体がブレにくく、深夜の作業にも最適です。塗装を続けていきましょう。本体の濃い青にはウルトラブルー、サフなしですが濃いめの色ですので、2回ほど塗り重ねれば下地の色も出ず、綺麗な青に塗り替えることができました。黒色部分にはニュートラルグレー5。今回仕上げは半ツヤを予定しているんですが、どれもトゥルトゥルの濡れツヤ塗膜になって、最後にツヤを消すのがもったいないなぁと思いながら塗装をしております。最後にワンポイントの黄色にエヴァイエロー。この黄色の使いどころが我ながら天才的でしたね。仕上がりをぜひお楽しみに。一旦塗装は完了しましたが、1箇所塗り分けたい部分があったので、マスキング作業に足先を青と黒で色分けしようかと思います。マスキングテープを塗り分けたい部分に貼り付けて、爪でカットしたい線を強くなぞっていきます。なぞった部分を新品の刃のデザインナイフで切り抜き、多少ずれてもカバーができるのでざっくりと切り抜いていきます。少し隙間ができてしまったので、上からマスキングテープを貼り重ね、こういうひと手間が仕上がりに差を出すんですよね。マスキング作業は結構楽しいので好きです。皆さんもぜひチャレンジしてみてください。こんな感じで貼ることができました。この上からニュートラルグレー5を塗装していきます。はい、塗装が完了しましたので剥がしてみましょう。綺麗にできているのか、緊張の一瞬、ペロッとなっ、完璧ですね。綺麗にマスキングできています。ウフの足先は黒色なのですが、デスルターのパーツは足先が一つのパーツなので、ここを塗り分けておくとぐっとグフに近づく感じがしますね。それでは仕上げ作業。まずは墨入れ。今回は墨入れブラックで全体を墨入れしていきましょう。青系のパーツの墨入れカラーはいつも悩んじゃうんですが、もう悩んだ時は黒一択、グレーでもいいんですけれども、濃い青とは合わない気がするんですよね。今回青系のカラーでまとめていますが、カメラがうまいこと青のカラーを出していない気がします。肉眼で見るのと撮影した映像を見るのとでちょっと雰囲気が違うんですよね。その辺設定詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひ解決法をご教示ください。肉眼だともうちょっと青っぽい水色なのですが、カメラの知識ももっと頑張って身につけないといけませんね。続いて水転写式デカール貼り。ジオン系のデカールと配給パーツのコーション系デカールを各部に貼り付けていきます。 GHL のおまけデカールにグフのものがあったので、それも活用しちゃいましょう。デカールを台紙から切り取ってしばらくお水に浸し、デカールが浮いてきたら、こちらのマークセッタースーパーハードを塗布して本体に貼り付け、位置が決まったら綿棒で水分を除去します。いや、めっちゃずれとるな。このマークは階級章とかなんでしたっけ。あんまりこの辺も詳しくないんですよね。いろいろ学ばないといけませんね。はい、こんな感じで綺麗に貼り付けられました。各部貼り付け終えたら1日乾燥後、仕上げのトップコートへ。今回はプレミアムトップコート半ツヤを使用していきます。もちろんご提供いただいたコンプレッサーを使って仕上げ作業。トップコートも気持ちよくエアが出ていますね。たっぷりと塗り重ね、塗膜とデカールの保護。いつも半ツヤは2から3回塗り重ねるようにしています。トップコート後1日乾燥させたら組み立てを。 X の方でもつぶやいていたのですが、今見えている私の手に引っかき傷がありますよね。そう、実は猫を迎え入れたんですよ。めちゃくちゃ可愛くてずっと構っちゃってますね。名前はディタっていう名前で、ロシアンブルーの女の子です。まだ月齢3ヶ月のベビちゃんなのですが、これがまたやんちゃで遊びまくってますね。ほんと可愛いので心の癒しになっています。もうすぐ飼って1ヶ月になりますが、すくすく成長しております。今後もちょこちょこ動画内で紹介したいなと思っておりますので、よろしく。それではジークアクス版のグフ完成状態をご覧ください。
というわけで GX 版ザクのミキシング改造 GQ グフの制作はいかがでしたでしょうか。先ほども言いましたが、このお腹の黄色い部分が個人的にはかなりグッド、グフっぽさを醸し出しています。やはり肩が少し大きいかなと思いましたが、色をまとめるとそこまで違和感もなく、いい感じにバランスが取れたのではないかなと思います。今回ご提供いただいた URLife さんのピストン式エアブラシコンプレッサーライトキューブ、かなり使い心地も良く、何のストレスもなく塗装を行うことができました。個人的に良かった点は、最近多いエアブラシに水抜き用のフィルターを取り付けるタイプと違い、コンプレッサー本体に最初からエアフィルターがついてるってのが良かったです。エアブラシにつけるタイプは持ち手が大きく重たくなって正直邪魔くさいんですよね。しかもそんなにフィルターが機能していないのか、最近結構塗装時に水を吐くことが多かったのですが、今回の塗装では全くそんなことはなく快適に塗装することができました。他にも結構小型で取り回しがいいので、使わない時の収納が楽ちんですね。コンプレッサーって結局月に 2,3 回使えば多いくらいで、制作ペースの速い自分でも月に4から5回ぐらいしか使わないので、普段結構邪魔なんですよね。その点こちらの商品は小型かつ高圧力で塗装ができるので、狭い作業スペースにもフィットしそうです。特に悪い点もなく、強いて無理やり言うならエアブラシがセットになってないっていうことぐらいですけども、これはむしろいい点でもあって、正直もう何本もエアブラシは持っているので、よくある口径の小さい付属のチャチいエアブラシはもういらないかなって感じです。同じように何本も愛用のエアブラシがあって、コンプレッサーの圧力不足や音量などに悩んでいる方は、コンプレッサーの買い替えの選択肢に入れてみてもいいんじゃないでしょうか。自分が今メインで使っているのはアネスト岩田のパワー X というものですが、最大圧力や稼働時の静音性はどれも引けを取らない商品だと思います。以前使っていた L5 ではパワー不足で 0.5mm 口径のエアブラシを使いこなせなかったのですが、こちらでしたら全く問題なく塗装作業を行うことができると思います。というか値段が安いですね。今の Amazon 価格で14,000円から15,000円ほど、今使ってるパワー X は35,000円ほどですからね。パワー X と同じ商品っぽいタミヤのパワーコンプレッサーもそれくらいの値段がするので、今充電式や小さめの簡易コンプレッサーを使っている方がグレードを一つ上げた塗装をしたいと思っているならありじゃないでしょうか。というわけで今回は GX 版軍系ザクを使用したミキシング作品 GQ グフの全塗装改造でした。作品に関するコメントや質問もお待ちしております。あと2026年4月に和歌山市で模型展示会を開催予定です。詳細は概要欄やコミュニティ欄に記載しておりますので、ご興味がある方はぜひご参加ください。まだフライヤーができていないので、そちらもでき次第アップさせていただきます。今回紹介させていただいたコンプレッサーの情報も概要欄に記載しておりますので、ぜひチェックしてみてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価もお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。